2003年生まれ、現在21歳の娘、このは。今は生活介護事業所以外に日中に受けられるサービス先を少しずつ探しているところです。2002年に児童福祉法の一部改正が行われ、障害児向けの通所支援の制度整備が進められました。翌年、このはが生まれた年に児童デイサービス、今の放課後童貞サービスの始まりとなる仕組みがスタートしました。放課後や長期休暇中に障害のある子どもを安心して預けられる仕組みは当時はまだ十分に整っていませんでした。そのため多くのご家庭では保護者の方が仕事を辞めたり在宅で見守ったりしていたんですよね。地域によって状況は様々だったと思いますが、それまで子育てをされていた先輩ご家族は通所施設に通う時間以外のほとんどをご自宅でお子さんに寄り添って過ごしていたと聞きます。本当に頭が下がる思いです。その歩みに今の私たちの支援がつながっているのだと感じます。しかし、児童デイサービスができても数はほとんどなく、当時我が家が住んでいた市には1カ所だけでした。ありがたいことに我が家はこちらの1カ所にお世話になってきました。特に長期休みの時期は本当に助かっていて、兄弟がいる我が家にとってはとても心強い存在でした。2012年に児童福祉法が改正されて、今の放課後等デイサービスが始まって、近くに事業所が増えてきました。1カ所では長期休みの空きも少なくなってきたので、2カ所目に通うことにしました。2カ所目にお世話になった事業所が、新たにもう1カ所、放課後等デイサービスを立ち上げることになり、ちょうど我が家の家の近くでもあったので、そちらにもお世話になることになりました。これが3カ所目になります。そうそう、以前の動画でも少しお話ししたんですが、途中で日中一時支援も利用させていただいたことがあったんです。でも、平日の利用だったこともあって、この葉の体力がなかなか持たなくて、結局続けるのは難しくてやめることになりました。そして、デイサービスも4カ所目へ。今までよりも長い時間、安心して利用できる場所が見つかって、そちらにもお世話になることになりました。実は3カ所目のデイサービスは閉鎖になってしまって、それをきっかけに4カ所目のところ1本でお願いすることになったんです。そしてありがたいことに日曜日も利用できる5カ所目のデイサービスが見つかり、こちらでもお世話になることにしました。そして18歳の春、この葉の卒業とともに長い時間、そして週末まで支えてくださった放課後等デイサービスの利用も一区切りとなりました。たくさんの支えと優しさに心から感謝しています。卒業後、ありがたいことに週末に開所している日中一時支援の施設も少しずつ出てきました。けれど、まだまだ数は少なくて、利用できる時間が限られているのが現実です。最近始めた昔お世話になっていた日中一時支援から帰ってきた日の様子です。2回目ということもあって、この葉は笑顔で帰宅しましたが、すぐに部屋に横になりました。やっぱり緊張もあったんだと思います。あれ、このはさん疲れた？もしかして。今回の動画とは関係ないのですが、おじいちゃんが穴を開いた壁を直してくれて、壁紙もきれいに貼り替えてくれました。でも、紙めくりが大好きなこの葉は、ついにめくってしまって、どうしようかなと悩み中です。でも、何かを感じたのか、あれからこの葉は一回も壁を蹴ってないんですよ。おー、こんちゃん。じゃあ目覚めた？おじいちゃんも来とったよね。この葉が帰宅した時、おじいちゃんが庭にトマトの苗を植えてくれていて、それを思い出したみたいです。日中一時楽しかったね。ちょっと疲れて一休憩してました。すっきりした？いいね、穏やかに過ごせて。楽しかったね。今日はカレー作りました。はーい。前回よりも少し慣れて、いろんな方の近くに行ったみたいです。1回目はなんか固まってたみたいだけど、いいね。扉を閉めてほしいのね、このちゃんね。
最近気になるもんね、いろんなとこ空いてると。新しいとこ見に行くこんちゃん。新しいところもちょっとずつ見に行こうね。今日も見に行ってみようか今から。ねえこんちゃん。行こうかこんちゃんじゃあ。行こう行こう。よいしょ。ね。よいしょ。まったりしとんのに。動かないともう夜眠くなっちゃうぞ。ほら行く気満々じゃん。ちょっとその前に夫婦で日中一時支援先でお話を聞いてきた時の様子をお伝えします。ここからの動画はビデオの設定をうっかり触ってしまったようで映像が反転してしまっています。音声も少し聞き取りにくいかもしれません。気になる方はどうぞスキップしてくださいね。落ち着いててとっても静かで場所もだしメンバーさんも、ゆっくり過ごせる場所で良かったんじゃないかなって思います。ただB 型作業所の場所で週末に日中一時をされてるところなので結構ね作業のものが置いてあったりとか、一面ガラスだったりとかそうねするのでちょっとそのあたり気になったんですけど、そのところもお話をさせていただいて、考えてくださるということでいろいろコナちゃんの対応で、まずは今日はコナちゃんいなかったので今度はコナちゃんを連れて、どんな様子なのか見ながら利用するかどうか決めたいと思います。でも助かるよね、週末ね。見てもらえて自分もやってるもんね。そうでまだ空きがありますよっておっしゃってくれたので、あとはこのちゃんが気に入ってくれるかどうかです。このちゃん、新しい日中一時先見に来ました。今日でこのちゃん見に来るの2回目だね。2回目。そう突然スタートさせるんじゃなくて少しずつ今遊びに来てます。行ってきます。曜日によって利用者さんや職員さんが変わるので時間帯や曜日を変えて何度か見学させていただいています。コノハも初日から職員さんとじゃんけんをしたりジェスチャーでやり取りをしたりと自分なりにコミュニケーションを取ろうとしていました。私のそばから離れたりまた戻ってきたりしながら様子を伺い少しずつ慣れていく様子も見られました。職員さんにはコノハのジェスチャーの意味や好きな歌、苦手なものなどをお伝えし実際に見ていただきながら理解していただけたと思います。楽しかったね。日中一時行って見学も別のとこも行ってなんか行ってきた。よかったね。楽しかったね。わ笑ってる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 。いいね。今日雨だったけどこのちゃんの心は晴れてるね。笑ってる笑ってる。コノハも今はとても敏感になっているので以前とは違って慎重に進めています。人は好きだけれど本当に信頼できるようになるまでには時間がかかるタイプなんだなぁと感じます。ショートステイではうまくいかないこともあったけれど学校卒業後にガラッと環境が変わった生活介護事業所の中でも少しずつ慣れていった経験もあります。つまずいたこともあれば乗り越えたこともあってだからこそ今は慎重になっているけれど焦らずに一つ一つ進んでいけると思っています。最近はヘルパーさんの利用もスタートしました。それも含めて今後の日中一時支援の様子なども少しずつお伝えしていけたらと思っています。ねえ、ありがとう、締めてくれて。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。